今からこの部分の加工をしていきます。なんですが、バイスで掴んだ時に、掴んでるところと加工するところの距離があります。なので不安定になりやすいので、この段取りでもできなくはないんですが、別の段取りを組んでいきたいと思います。
はい、というわけで鉄の加工がこれにて一段落ということになりました。 T スロットとかも問題なく加工できました。で、前回途中やったこちらの部品も加工が終わってます。はい、まあ結構肉抜き頑張ったんで、見た目ほど重くはないですが、まあ鉄なのでそれなりに重たいです。これで鉄の加工が一段落と。そしてこちらアルミの加工に移っていきます。これはエンドブロックの材料ですね。この小さめのエンドブロックの材料と、こちらの大きめのエンドブロックの材料が控えております。ようやくアルミの加工です。鉄の加工長かったですね。で、まあなんとか終わったということで、鉄の切り子を掃除して、アルミを削れる準備をしていきたいと思います。で、ちょっと紹介したいんですけど、3D プリンターで掃除機のノズルを製作しました。これがあることによってこの T スロットの間にサクッと入るというのを 3D プリンターで製作してきました。掃除機なんですが、マキタのやつを使ってます。掃除機のコンセントをリモコン式のやつに変えて、掃除機から少し離れたところでも掃除機をオンオフできるようにして作業性を良くしました。リモコンがこちらで、機械の裏側にサイクロン集塵機を用意いたしましたので、切り子の分別が非常に簡単になっております。ちょっと紹介したいと思います。サイクロン集塵機です。こちら Amazon でだいたい3000円ぐらいでした。で、掃除機のホースがここに刺さると。で、ホームセンターで購入してきましたゴミ箱の中に切り子が溜まっていきます。手で回せるネジで固定しているので外すのもそんなに難しくはありません。で、ここ 3D プリンターで製作した、アタッチメントとマウントですね。これで掃除が非常に簡単になると。
はい、というわけで鉄削りゾーンが終わりました。やっと終わりました。鉄削りゾーンが長かった。まあもっとマシニング工なんで、切削加工屋さんなんで、鉄の荒取りがしんどいなんていうことはですね、思うことがなかったんですが、加工屋さん時代は CNC 鉄の荒取り結構大変です。極力肉抜きなんかをしたりしてですね、まあ軽くなるようにしてはいますが、まあまあ重たい。まあしゃあない。まあアルミ削り出しのスイングアームが見たいみたいなね、コメントもねちらほら入っておりますので説明しておきますと、私今回のスイングアーム製作というか株の製作に関してはですね、家で使える卓上機とかで製作を行うという制約をですね持っているんで、まあ基本的に 100V 機での加工しかやりません。まあ例えばの話、まあこういうスイングアームを製作するにあたってですね、こういう一枚もんの板から削り出すみたいなのはさすがにきついでしょ。きついじゃないですか。でまあアルミで削り出しするにしたって、まあせめてここ1ブロック、ここ2ブロック、ここ3ブロックみたいな、まあ最低でもですよ、最低でも3個の材料から削り出すっていう流れになるじゃないですか。もしかしたらここで分けて5ブロックとかにするかもしれないですけど、まあその際に溶接とか必要になるじゃないですか。アルミの溶接、まあ、ボルト結合でもできんことはないけど、まあアルミをねボルト結合っていうのもなんか怪しいじゃないですか。そのネジ山のところとかね、ヘリサート入れろやっていう話かもしれないですけど、まあなんとなく嫌やということで、まあ基本的にアルミの溶接ができないからスイングアームはアルミ削り出しでやらないっていうことなんですよ。でアルミの溶接をしようと思うと、もうどうしてもやっぱり 200V の溶接機が必要になってくるということで、今回はアルミは見送りました。なので鉄です。もしかしたら視聴者さんの中にはですね、もうすでにお気づきの方いらっしゃるかもしれませんが、鉄の楕円パイプをメインパイプにして、でこういうエンドなんかをアルミにするデザイン、ビモータの DB7 っていう車種ご存知でしょうかから、デザインパクっております。デザインはインスパイアしております。はい。個人的にビモータ DB7 のデザインがですね好きなんですよ。一番好きかもしれない。今のところデザインで一番を塗り替えてないと思うんで DB7 が一番好き、デザイン的にはなんですけど、まあそこからデザイン案をいただいておるという感じです。今回制作したこちらは、まあここにこのリンクが搭載されるこのピボットの部分、これです。はい。前回の動画と同じようにベアリングを圧入して使います。そしてこちら微妙に細かい部品なんですけど、ブレーキキャリパーの回り止めですね。こういう感じに入ります。はい、回り止めで、まあスライド機構になってると。これもまあスイングアームここら辺に溶接して使うという感じになります。でようやく鉄削りゾーンが終わりまして、アルミ削りゾーンに入りました。久々にアルミ削りましたが、くっそ楽です。めっちゃ早い。いやー、鉄でずっと難儀しとったからアルミの加工めっちゃ楽ですね。非常に楽しい。で今回使ったエンドミルこのアルミ削り出しで使ったエンドミルは全部もらい物、提供品ということで、まあ工具費はかかっておりません。そして非常に仕上がりがいい。いや、いいですね。いい感じ。確か動画中でこれとこれをはめ合わせたんですけど、かなりしっくりはめ合わせたんですよ。なんですけど途中で気がついて、こいつ塗装するんですよね。鉄なんで塗装する厚みを考えてないから、これしっくりじゃあかんやんということで、ちょっと追加ここで広くしておきました。塗装の膜厚が 0.3mm あればぴったりみたいな感じ。幅で言うと 0.6mm ぐらい広くしました。0.3 と塗膜が乗っても、まあ、入るやろうということでちょっと広くしてます。
まあこれ何色にするとかはまだ決まってないですけど、まあ塗装するでしょ。でこれアルマイトするじゃないですかね。これをこうガッチンしたらめっちゃかっこいいと思うんですよね。どういいでしょう。これはいいわ。これはいい。重たいけどね、もうすでにね、ここの時点でね。アルミはまだまだ軽い方やけど、ええな。これはええわ。まあ、アルミ削りゾーン入ったんですが、まあ全部は終わってなくて、はい、全然終わってなくて、こちら今、サスをね、受けるところの、こういうの、これ 3D プリンターですけど、の材料をね、準備している途中で切り上げることにしました。次回これの途中からやっていきたいと思います。そして、こっちはサスペンションとか何もつかないんで、シンプルなエンドブロックなんですが、こちらね、まあデザイン、最終デザイン変わってるんですけど、ちょっと変わったんですけど、まあおおむねこんな感じのデザイン。で、材料がこちら。いいでしょう。アホみたいにでかい材料から削り出していくと、これね、30mm、板厚 30mm です。もうかなり重たい。2、3キロあると思うんですけどね。ないかな。結構重たいです。で、ここら辺も削り出していくという感じになっております。ちなみにこれ WR のリアホイールのシャフト。ね。何パイあるんだこれ。WR250 のリアシャフトは22パイあります。リアホイールシャフト22パイ。下部のスイングアームのシャフトは10パイ。バランスが悪い。バランスが悪いけど、流用カスタムってこういうことになりますよね。はい。スイングアームの大元のシャフトが 10mm で止められているのに、ホイールのシャフトが22パイ。ね、わけわかりませんね。そうそう。あと、ここのね、チェーンアジャスターで動く時のこの中にちっちゃいブロックあるじゃないですか。なんていう名前か忘れたけど、そういうのも、まあ、後ほど作らなあかんなと。あんなね、小さい部品なんか簡単ポンですよ。これができるんであれば。あとコメント欄であったやつに一応ここで答えとこうと思うんですが、見てるかどうかは分かりませんが、ベアリングのここのピボットのベアリングをもうすでに仕上げてることに対して、まあそれって溶接した後に溶接組み立てが終わった後に精度穴開けた方がいいんじゃないのかっていうコメント。これはもう全くもってその通りなんですが、なぜそれをやらないのかっていうと、できないからでございます。私が所持している CNC ではその加工ができないと。いや、気合い入れたらできるんかな。気合い入れたらできるかもしれへんけど、まあ、ほぼほぼできないんですよ。じゃあそういうのができる機械ってどんなんやねんって言ったら、まあ、こことここの精度穴を出すために、まあ、機械のテーブルにクランプするじゃないですか。ほんで、加工して、こいつをテーブルを回転させてさらにここを加工するみたいなことができる機械。例えば、5軸マシニングセンターとか、横中とか、横型マシニングセンターみたいなやつはテーブルが回転するので、そういうこともできるんですが、最初に説明しました通り、今回の制作の制約から外れてしまうと。まあそこだけ業者さんに依頼したらもう、私が設定した制約から外れてしまうということで、溶接の方で頑張ってなんとか精度を出そうということでございます。だから、ぶっちゃけこの10パイのシャフトが通る穴が、まあ、ちゃんと通せるのかどうかっていうのが今回のスイングアーム製作の目玉というか山場というかになっております。シャフトが通らんかったら終わりとなっております。まあできるもんで制作をするというのもまあ一つ重要なポイントになりますのでね、今回はそこを山場というか、チャレンジポイントとして捉えてやっていきたいと思います。まあ言うてね、ベアリングの穴精度は非常にぴったりできてるんですけど、シャフトがねコンマ1ぐらい小さいんで、まあなんとかなるんちゃうかなと思ってます。なんとかしたいなという感じです。でまあおおよそアルミの削り出しが終わりましたら溶接組み立てという風になります。リンクとかもねどうせ作らなあかんのであれなんですけど、リンクはまあスイングアームできてからにしようと思います。
はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。